のうちゃん、金子でございます。ということで、ノーカットお魚さばき。本日のノーカットお魚さばきはこちら、巨大なヒラメです。これがね、7キロぐらいあります。でめちゃくちゃすごい厚みで、さばくのが楽しみです。絶対美味しいと思います。いつものまな板に収まらないぐらいでかい。そうしましたら、すき引きもしていこうかな。こんなに大きいヒラメをすき引きするのは初めてです。うまくいくかな。うわ、めっちゃやりやすい。で、ヒラメの皮は案外硬いので、まあ思い切っていっても大丈夫でしょう。よし。こっち側が取れましたと。で、やっぱり、このキワキワが難しいですね。こっちからこうはいけないので、こう手前に持ってきてこういかないと取れなかったっすね。よし。じゃあ次はこっちの白い方。こっち一見鱗ついてなさそうに見えるんですけど、細かい鱗が背中と同じようにびっしりついてます。こっちもすき引きしていきます。こっちの方が取りやすいな。ちょっと黙っちゃうな。これ集中しちゃいますね。で、お腹の方が、皮が薄いんで下に行きやすいですね。ほら。ちょっとミスるとすぐ下行っちゃう。こっちの方が難しい。取りやすいけど難しい。大体でも感覚が分かりました。どこまでが攻めていいラインなのかは分かりました。よーし、いい感じにできてきました。やっぱりこの際が難しいな。こんなにたくさん鱗取れました。この裏側の1枚目、ここが一番上手にできましたね。よし。そしたらここからは出刃にチェンジ。下ろしていきます。まずは頭を落としていきます。あんまり深く入れるとニガ玉潰しちゃいますんで、まずは1本浅く入れます。で、反対向けて、反対側も丁寧に落としていきます。肝臓大きいですね。ここも裏ごししてペーストして、肝醤油みたいにして食べると美味しいですよね。そしたらここに腎臓がありますんで、これ取っていきます。はい、そうしましたら5枚におろしていきます。で、まずは、ここの縁側のライン。ここに1本包丁入れます。薄く、薄く、皮1枚切る感じですね。これ入れると、こう包丁入れてた時に、ここでちゃんと剥がれますんで。ちっちゃいヒラメとかだったらこれやんなくても、一発でスッといくんですけど、さすがにこんだけ大きいと不安なので、ここで一回保険を入れておきます。はい。両サイド切れ込みが入りましたら、ここ、ヒラメっていうのは、すごく親切な魚です。こっから入れてくださいっていうラインがここに1本ありますんで、そこのラインの上に1本包丁入れます。そうすると、背骨のちょうどてっぺんに当たります。ここ、背骨のちょうど上には当たってます。そうしたら、そこから徐々に徐々に包丁を入れて、お腹の方の身を外していきます。はい。そしたらここまで剥がれたら、
あとは縁側ですね。縁側を取ります。で、さっき保険の1本入れといたんで、すんなりと綺麗に剥がれましたよね。めっちゃ子供の声が入るな学校帰りなんでしょうね。はい、背中の方も剥がれました。そしたらこっち側もさばいていきます。こっち側にも同じように真ん中に線があります。ここに包丁を入れてくださいと。で、ここに包丁を入れると、背骨のど真ん中に行きます。そしたら、ちょっとずらして、背骨の側面を外します。で、外したら徐々に縁側に向かっていきます。あ、その前にこっち側も入れなきゃですね。ガイドラインを1本入れます。大きいヒラメさばくときはほんとこれやってみてください。びっくりするぐらい簡単に縁側外れます。はい、じゃあ行きます。で、ここが縁側の部分なんですけど、縁側太いですね。こんな大きなヒラメから縁側っていうのは1、2、3、4枚しか取れないんですよ。腹側落としていきます。骨だけになると、また大きさがわかりますね。でかい。これ干して標本かなんかにしときたいな。はい、このようにおろし終わりました。で、さすがにこれ全部皮引いちゃうと、刺身で食べるしか用途がなくなってしまいますので、この背中の方は切り身にします。で、お腹の方はお刺身にします。で、いろんな人に配ります。ちなみにこのヒラメが1尾3万円ちょっとしました。まあでもなかなかこのサイズのヒラメには出会えないので、値段じゃないですね。もう即買ってしまいました。はい、そうしましたら、切り身に切っていきます。こっちから切りましょうか。こう斜めに入れて、こんな感じですね。ヒラメは煮付けにするとめちゃくちゃ美味しいです。カレイに比べて身がしっかりしてるんで、しっかりした煮付けになります。あえて縁側をつけたまま切り身にしていく。これが贅沢。尻尾の方はちょっと大きめに。こっち側尻尾から切ろうかな。尻尾側は大きく。でね、背中の方に比べて、この白い方、こっちは薄いので、切り身の枚数減ると思います。でも、白い方が縁側は太いような気がします。体感ですけどね。こんな感じですね。2、4、6、やっぱり一切れ少ないです。切り身も、こういう感じに一つ一つラップに配ると、本当に喜ばれます。なので皆さんも大きい魚もらった時は、ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、さばいて、ああいう風に小分けしてあげると親切ですね。そしたら刺身で食べてみましょうか。で、大体フィラメはね、このままビュッと皮引くんですけど、ちょっと大きすぎます。幅がめちゃくちゃありますんで、縁側が上手に剥げない可能性があります。なので、皮ついた状態で縁側だけ先外しちゃいます。縁側はここ。身と縁側の隙間。ここにね、筋がありますんで、ここから包丁を入れれば簡単に外れます。いきます。こんな感じですね。
こんな感じですね。うまそう。めちゃめちゃ肉厚。僕の指3本ぐらい。よくタチウオが指2本3本とかで数えられますけど、指3本分のタチウオのサイズと一緒。映像で見るとちっちゃく見えるんですけど、実際に見るとめちゃくちゃでかいです。そしたら次は、身の方ですね。腹の膜がありますんで、腹の膜取ります。はい、そしたら皮引いていきます。ちょっとミスったもん。どうだ。よかったよかった。ここはそうか。すき引き失敗したとこか。綺麗に引けました。縁側はこういう感じに切っていきます。うまそうな縁側だな、これ。最高だぜ、これ。大きいな。さらに半分に切って、で、薄くこのぐらいに切っていきましょう。じゃあ、まずは縁側の方からいただきます。いただきます。うわ、めっちゃうまい。油ノリノリで、皮の表面はちょっとコリコリしてるんですけど、身自体はとってもトロトロです。そこのメリハリがついててうまい。コリコリトロトロ。次はこちら、身をいただきます。醤油につけて、ほら、醤油にもね、油が浮いちゃってんの。いただきます。うまっ。今まで食ったヒラメの中でもベスト3に入る美味しさですね。こんだけ大きいから大味かと思ったんですけど、うまいね。で、厚さもこのぐらいの厚さがいいね。ヒラメ美味しいな。今の時期ヒラメが美味しいので、皆さんもぜひ見かけた際は食べてみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。